世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。2020年、突如として世界中を混乱の渦に陥れた新型コロナウイルス。人々は感染拡大防止のために手指の消毒やソーシャルディスタンスなど様々な対策を迫られました。徐々に元の生活に戻りつつある今も変わってしまった部分は多く残っています。しかしコロナ禍だからこそ新たに登場したものもたくさんありますよね。今回は日本全国の図書館に導入された技術に世界が称賛に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。2020年当時、まだウイルスの特性も不明なことが多く、外出を制限したり、多くの施設が閉鎖されたりと混乱が続いていました。また、紙やプラスチックにもウイルスが付着することから、不特定多数が触れる図書館での本の貸し出しも不可に。日本では2020年の終わり頃には徐々に再開されていきましたが、日本より感染が拡大していた欧米などではまだまだ閉鎖中のところも多かったようです。そんな中、コロナ禍における新たな機会が日本の図書館に登場しました。それが本の除菌機。紫外線を使って書籍を除菌し、本に風を当て、挟まったゴミや匂いを取る機械で、2020年10月時点ですでに全国700館以上の図書館が導入。そして2022年8月末の時点では、あるメーカーの書籍除菌機だけで1600台以上が全国で導入されており、広く浸透しています。この日本の図書館の取り組みに世界が大注目。ハイテク国家としての日本のイメージと感染対策としての取り組みがとても日本らしいと話題となっており、海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。アメリカで師匠しているんだけど、日本では本の除菌機が使われてるなんて本当にびっくり。しかも公共図書館でしょ？ナイスアイデアだよな。うちの図書館にもぜひ欲しい。シンガポールの自治体の導入まだ？こういう今の時代に合った準備が必要なんだよ。イギリスに設置されるのは100年後かな。こんなハイテク機器が数年で設置されるとは思えない。その頃にはコロナは収束しているだろうさ。何年後でも設置するに越したことはないさ。除菌機はコロナだけに有効なわけじゃない。他のウイルスやバクテリアにも効果がある。例えば、インフルエンザから多くの人を守ってくれるだろう。紙についたウイルスはすぐに死ぬからこんなことする必要ないでしょ？見た感じ、あの紫外線が本を傷めそう。新型コロナウイルスは本の上では約3日生きると言われてるんだよ。十分感染リスクがある。やるに越したことはないと思う。痛みについてはわからないけど。たとえ傷んでも、日本ならその修復技術も素晴らしいから安心だよ。日本ならこういう対策も当然するだろうさ。なんてことはない日常の風景だね。日本は常に世界の最先端だもんな。治安もいいし、街も綺麗な日本。図書館の本だって綺麗で当然よね。素晴らしいとは思うけど、結構お高いんでしょ？導入できる図書館は財力のあるところでしょうね。機種にもよるけど、1台70万から90万円はするみたい。安全を買うには安いけど、うちの図書館じゃ予算ないだろうな。紫外線でウイルスをなくすなんて無理でしょう。
いくら日本だからって何でもできるわけじゃないのに。実際に有効さ。紫外線は殺菌力が高くてほとんどの菌を殺菌できる、医療にも使われている技術だから。日本の機械の効果を疑うより自国のひどい状況を見た方がいいよ。日本よりいい状況の国なんてそうそうないから。イギリスはそもそもまともに図書館を利用できる環境じゃないの。火曜日と水曜日の数時間しか開いてないのよ。アメリカもずっと休館してる。でもこの機会があったらコロナに勝てるかも。本当に日本の開発は素晴らしい。本を貸し出すすべての施設に早急に設置すべきだ。みんなが安全に本を楽しめるように。デンマークだけど図書館開いてる。自分はリスクとか気にせず借りてるな。日本人は読書が好きなイメージ。漫画もあるし、だから本の除菌なんていう発想ができたのかな。こんなに素晴らしい機会は初めて見た。子供たちが安心して本を借りられるなんて。コロナ禍の今にマッチしてて、やっぱり日本はクールな国だ。以上が海外の人々の反応でした。コロナ禍において手指の消毒や除菌など衛生管理が徹底されるようになりましたが、まさか本にまで除菌をする日本に驚きのようでした。コメントを見ると多くの人が日本は最先端技術を持っているというイメージがあるようです。今回の除菌機のように日本には独自に開発された製品が数多く存在します。インスタントラーメンや青色 LED、温水洗浄便座などは有名なところで、このチャンネルでもご紹介してきましたが、まだまだ日本が誇る発明があるのでご紹介していきます。まずは QR コード。1次元で英数字20文字分の情報しか盛り込めなかったバーコードに代わり、2次元コードとして1994年に日本で誕生した QR コード。今や電子決済にも使われたりと、私たちの日常になくてはならない存在になっていますが、この技術は日本の自動車部品メーカーであるデンソーによって開発されたもの。従来のバーコードに比べて約200倍もの情報量を埋め込めるこの技術は世界でも広く活用されていて、イギリスでは9割以上の人が利用したことがあるとのアンケート結果も出ているほど。画期的な技術ではあることはもちろんですが、ここまで世界中に広まったのには理由があります。それはデンソーが QR コードの特許をフリーにしたから。商標登録のみの取得としたことで多くの企業がこの技術を使えたのです。デンソーとしても技術が使われるたびに商標として社名が載るので宣伝にもつながり、技術を独占する以上の効果を得られました。最近では JR の改札にも使われると話題になった QR コードも日本の発明だったんですね。ちなみにこの QR はクイックレスポンスの頭文字を取ったものなんですよ。続いては冷却ジェルシート。こちらも日本発祥の商品としておよそ30年前に誕生。皆さんも熱が出た際やリフレッシュしたい時に使われたことがあるのではないでしょうか。今のように大人から子供まで誰でも使いやすい商品になるまでには試行錯誤があり、使いやすいサイズや貼り心地、汗をかいてもずり落ちない粘着力、冷却効果を持続させるジェルの水分量と様々なパターンでテストし、完成までには200以上の試作品が作られたそうです。努力の結果生み出され、今日では世界20カ国で販売されており、売上の 50% が海外で占めるほど世界的な人気商品になりました。一昔前の中国人観光客による爆買いの対象になっていたことからもその人気が伺えますね。そしてその中国つながりですと、中華料理屋さんでよく見る回転テーブルも実は日本が発祥なんです。1932年に東京の総合結婚式場で有名な目黒雅叙園が発案。大皿料理で提供される中華料理は取り分けが難しく、かといって一人一人へ給仕してしまうと高級料亭のような雰囲気になってしまい、気軽に利用できなくなってしまうと考えた結果、お客様自身が座ったままで取り分けられる回転テーブルが生み出されたのです。日本のおもてなしの心から生まれたこのテーブルは、
中国人の目に留まると瞬く間に広がりを見せて、日本の中華街の中華料理店はもちろん、本場中国のお店でも使われるようになりました。イギリスなどでも日本が開発する以前から回転するテーブルはあったようですが、現在の中華料理店にある形を広めたきっかけは日本であると言えそうです。こうしてみると、日本は本当にいろんな分野で数多くの発明をしていることがわかりますね。ゼロから作り出したものも当然すごいですが、もともとあった技術をさらに進化させる技術が素晴らしいと感じました。時代に合った技術を発展させる力を持っている日本は、今後も世界を驚かせる発明をするかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。